次にボトムキャップを組んでいきます。そしたらキャップですね、エンドキャップですかね、これも取り付けます。手だけだときつくて難しいですね。また取るのは難しいですね、これは。どれくらいジョイントに入ったかがわからないので、ちょっと印つけておきます。2.5 センチから 2.8 センチがいいらしいのですけど、2.7 で一旦止めます。 2.7 にしてで、この状態で入れるの厳しいかな。入る。ではしっかり止めていきたいと思います。骨組み完成です。どうしても弱いと思ったらここにもう一本足そうかなとは思ってます。ファルカタ合板の 12mm ってやつですね。これの重さが 4.5 キロですね。これでだいぶ軽くなったので取り付けがしやすくなりました。ここにパンチカーペットを貼りたいと思います。滑り止め付きパンチカーペット 91×5 メーター、これが1100円弱で売ってたのでお得でしたね。これを巻いていこうかと思います。これを切る 158.5。布両面テープ、ザラザラな面にも使える多用途タイプ、カーペットの取り付けにって書いてあるので、これを使ってみたいと思います。しっかりまとめると。だいたいこの辺かな。この辺かな。
金。止める。これぐらいかな。メモリがついているので、だいたい10センチぐらいと思って次もこんな感じで。ちょっと止めるのが一つしかないんで、ちょっと弱いかもしれないんですけど、もし弱かったら2つビス止めてみたいと思います。鍋タッピングビス 12mm っていうのを買ってきました。で、うちもちょっとこのテーブルに乗ってみてぐらつくかチェックしてみます。よいしょ。ちょっとやっぱぐらつく気がしますね。やっぱ下の補強を入れた方がいいかな。はい、足の間に補強入れてみました。このジョイント 1B かな、 1B を入れて45センチのパイプを間に入れました。これをもう一組やっていきます。で、にしてこれをもう乗せて完成でもいいんですけど、物を乗せた時にストッパーになるのが欲しいなと思ったので、ちょっとメーカーが違うんですけど、これ1本2本これを買ってきました。これも入れておかないとかな。これが2つ並んで、これが邪魔にならない場所につけようと思うので大丈夫だな。真ん中にやっぱ置きます。ちょうどよし、いいね。
このストッパーですけど、ここはもしかしたら後で長さを調節してしっかり中まで入るようにするかもしれません。今は現状1センチぐらいしか止められてないので、ちょっと弱いんですよね。まだ改良の余地はあると思うので、日々更新し続けていけたらなと思います。